夜道を来るまで走っていて、ふと視線を上げた先に止まったまま光る観覧車が浮かんでいました。昼間なら気に求めないその輪郭が、なぜかその夜だけ妙に目に焼き付きました。岩観光察ラジオへようこそ。今日取り上げるのは、止まったまま光る夜の観覧車になぜか近づきたくなくなる感覚についてです。観覧車といえば、昼間は家族連れや友人同士でにぎわう遊園地の代表的な乗り物です。ゆっくりと回りながら少しずつ景色が変わっていく。その動きに合わせて中の人たちの表情も少しずつ変わっていきます。多くの人にとって観覧車は楽しい記憶と結びついているはずです。だからこそ夜になって動きを止めた観覧車を見ると、どこか落ち着かない気持ちになります。これは単なる気のせいでしょうか。それとも動きが止まっていること自体が違和感の正体なのでしょうか。実はここに最初の小さな違和感があります。観覧車は本来ゆっくりとでも常に動き続けているものです。その動きが止まっているのに、明かりだけは変わらず灯っている。この組み合わせが普段の観覧車の印象と食い違いを起こします。つまり止まった観覧車は壊れているわけでも異常なわけでもありません。ただ営業時間外という当たり前の状態にあるだけです。それでも見た目の印象としては、動くはずのものが止まっているという矛盾した情報が残り続けます。昼間観覧車のゴンドラに乗ると、少しずつ高くなっていく景色に気持ちが浮き立つのを感じます。頂上に近づくにつれて街の明かりが小さくなり、自分の生活圏が一望できることに不思議な満足感を覚えます。普段自分が歩いている道や見慣れた建物の屋根が小さな模型のように並んで見えます。隣に座る人との会話も高さが増すごとに少しずつ静かになっていきます。そして頂上に達した瞬間、ふわりと体が浮くような感覚とともに一番遠くの景色まで見渡せます。そのゆっくりとした上昇と下降のリズムが観覧車という乗り物の本来のあり方です。そのリズムが完全に止まった今、残っているのは輪郭と明かりだけです。近くまで来てみると、ゴンドラの窓に外の街灯が一つずつ反射しているのが見えます。その反射が観覧車の丸い輪郭に沿って規則的に並んでいます。誰も乗っていないゴンドラの中で光だけが行儀よく並んでいる様子は、どこか整列しているようにも見えます。ゴンドラの数だけ、その反射も繰り返され、一周ぐるりと見渡すと同じような光の点が等間隔に連なっています。なぜ誰も見ていない光景がこんなにも整然と並んでいるのでしょうか。考えてみると、その反射は誰かに見せるためのものではなく、ただ物理的な条件で生まれているだけです。窓ガラスの角度と街灯の位置が重なった結果として、偶然その並びが生まれています。でもその偶然の整列がまるで意図されたもののように見えてしまいます。この感覚が夜の観覧車にある最初の大きな残です。動いていないはずの乗り物がまるで何かの意志を持っているかのように規則正しい光を見せている。近づいて見上げるほどその反射の数は増えていきます。一つ一つのゴンドラの窓に違う角度で街灯が映り込み、全体として見るとまるで小さな光の粒が輪の形に沿って散らばっているようです。普段乗る側からは気づかない、外から見た時だけの光景がそこにはあります。その気配が静かに積み重なっていきます。一度その反射に気づいてしまうと、なかなか目をそらせなくなります。規則的に並ぶ光の点を
どこか信号のようにも見えて、でも何かを知らせているわけではなく、ただそこにあるだけの光です。その説明のつかなさが余計に気になってしまいます。しばらく観覧車を見上げていると、風が少し強く吹き抜けます。その瞬間、ゴンドラ同士がぶつかるようなかすかな音が聞こえてきます。昼間ならその音は乗客の声や音楽にかき消されて気づくこともないでしょう。観覧車が動いている時にはモーターの低い駆動音も常にどこかで響いています。その音があることで観覧車が生きているという安心感が無意識のうちに生まれていたのかもしれません。今はその音が完全に消え、代わりに風の音だけがその空白を埋めています。でも今、その小さな音だけがはっきりと耳に届きます。金属が擦れるようなかすかなきしみが規則的な感覚で続きます。誰も乗っていないゴンドラが風に揺られて音を立てている。その事実に気づいた瞬間、背筋のあたりが少しヒヤリとします。音の方向を目で追ってみると、どのゴンドラが揺れているのかすぐには分かりません。いくつものゴンドラが並ぶ中で、音の出どころだけがなかなか特定できないのです。目を細めて一つずつ確認しても、どのゴンドラも同じように静かに揺れているだけです。そのわからなさが余計に弓を澄ませてしまう理由になります。音が止んだと思っても、少し間を置いてまた別の場所からかすかな音が聞こえてきます。これは何か良くないことが起きているわけではありません。ただ風という自然な力が動いていないはずのものにわずかな動きを与えているだけです。でもその小さな動きが止まっているはずの観覧車をかすかに生きているように見せてしまいます。これが2つ目の山になります。止まっているという安心のはずの状態に一瞬だけ小さな動きが混ざり込む。その予想外の揺れそのものが違和感の正体の一部なのです。もう少し近づいてみようと観覧車の真下まで歩いていきます。見上げた瞬間、その大きさに一瞬圧倒されます。昼間遠くから眺めていた時にはこれほど巨大だとは感じなかったはずです。真下から見上げる観覧車は想像していたよりもずっと高く視界いっぱいに広がります。その大きさに対して自分の体はあまりにも小さく感じられます。普段は遠くからコンパクトな乗り物として見ていたものが、実際には見上げるほどの巨大な建造物であったことに今更ながら気づかされます。観覧車のゴンドラの一つ一つも近くで見ると思っていたよりずっと大きく、中に何人も乗れる空間があります。その空間が今は全て空っぽのまま夜の中に浮かんでいると思うと不思議な気持ちになります。明日にはまた誰かがそこに座り景色を眺めているのだと思うと少しだけ気持ちが和らぎます。地中を伝う光の列が遥か上まで続いているのが見えます。夜空を背景にするとその輪郭がより一層はっきりと浮かび上がり、まるで巨大な骨組みだけがそこに立っているように見えます。風がまた吹き抜けて地中の間を通り抜ける音が低く響きます。その音を聞きながら巨大な構造物の下に自分一人が立っているという事実を改めて意識してしまいます。その光を目で追っていくと自分がどこに立っているのか一瞬わからなくなりそうになります。これが3つ目の山です。大きさへの圧倒感と動かないのに光り続ける矛盾がここで一つに重なります。見上げたまま少し後ずさりすると視界の端に自分の車が止めてある明るい駐車場が見えてほっとします。早くこの真下から離れて
明るい場所へ戻りたいと感じる。この感覚もまた悪いことが起きているわけではありません。ただ巨大なものを見上げた時、人は自然と自分の小ささを意識し、落ち着かなさを覚えるものなのです。ここまでの流れを少し整理してみましょう。止まった観覧車は、明かりの反射が規則的に並んで見え、風が吹けばかすかな音を立てて揺れ、真下に立てばその大きさに圧倒されます。これらはすべて何かが起きているわけではありません。ただ人間の感覚が動くはずのものが止まっているという矛盾に対して普段より敏感になっているだけです。でもその敏感さが観覧車がまだ何かの役割を持ち続けているかのような印象を強く残してしまいます。昼間の観覧車は乗客を運ぶという役割をはっきりと果たしています。でも夜の観覧車はその役割を果たしていないのに、存在としては消えていません。明かりは灯り続け、姿形もそのまま残っています。これはとても不思議な状態です。役割を終えた乗り物なら、明かりも消えて静かに眠っているように見えるはずです。でも観覧車の明かりは夜になっても消えることなく、変わらず灯り続けています。これは観覧車自体に何かがあるからではなく、安全のための照明という別の役割がまだ生きているからかもしれません。乗客を運ぶ役割は止まっていても、夜間に建物の位置を示すというもう一つの役割は続いている。昼間、係員が点検のためにゴンドラを一つずつ確認して回る姿を見たことがある人もいるでしょう。その点検作業が終われば、観覧車はまた通常運転に戻ります。でも夜の間だけは誰にも動かされないまま、明かりだけが与えられた仕事を続けています。その2つの役割のズレがこの違和感を生み出しているのかもしれません。昼間の観覧車には乗客の声や音楽があります。でも夜の観覧車には反射する光と風の音だけが残っています。同じ観覧車でありながら、昼と夜で全く違う顔を見せる。近くの遊園地全体を見渡してみても、他のアトラクションはすでに真っ暗に沈んでいます。ジェットコースターのレールもメリーゴーランドの屋根も輪郭さえ見えないほど暗闇に溶けています。その中で観覧車だけが唯一明かりを保ち続けている理由は、やはり夜間の目印としての役割にあるのでしょう。でもその事実を知っていても、目の前の光景が持つ違和感は簡単には消えてくれません。そんな感覚が静かに広がっていきます。考えてみれば、これは観覧車に限った話ではないのかもしれません。夜のショッピングモールの看板も営業が終わった後まで明かりが灯り続けていることがあります。その時は気に求めない感覚が観覧車という大きな構造物の条件の下では急にはっきりとした形を持ち始めます。普段は気づかないほど小さな違和感がこの巨大な乗り物という舞台の上で大きく拡大されて見えているのかもしれません。工事現場のクレーンも夜になると赤い光を点滅させながら動かないまま立ち続けています。その光もまた飛行機や周囲に建物の存在を知らせるための静かな役割を果たしています。動かない巨大な構造物に明かりだけが残るという状況は思っているよりもいろいろな場所に存在しています。観覧車の明かりはそんな自分の違和感を象徴するように灯り続けます。誰のためでもなく、ただ役割のために光り続ける明かり。その明かりを見上げているのは今この瞬間自分だけかもしれません。もう一度観覧車を見上げると先ほどの反射がまた目に入ります。その規則正しさに
少しだけ心が落ち着く自分もいます。秩序だった光の並びは不安であると同時に、どこかと伴った美しさも持っているのです。写真に収めておきたくなるほど、その姿は静かで完成された印象すら与えます。不安と美しさが同じ光景の中に同居していることも、この違和感の一部なのかもしれません。一つの感情だけでは説明しきれない、その両面性こそが長く記憶に残る理由なのでしょう。写真を撮って誰かに見せたら、きっと同じように不思議な気持ちを共有できるはずです。この違和感に名前をつけるなら、止まったままの光なのかもしれません。動きを止めているのに、役割だけは終わらずに残り続けている、その宙ぶらりんな状態が、かえって落ち着かなさを生む感覚。その明かりは誰かを脅かすためのものでも、不安にさせるためのものでもありません。ただ役割通りに灯り続けているだけの光が、たまたま夜の静けさの中で、人の心細さと重なってしまっただけなのです。次に遠くから観覧車の明かりを見つけたら、少し血が浮き持ちになるかもしれません。それは何かに怯える感覚ではなく、自分の感覚が少しだけ敏感になっている証拠です。それまでは何気なく見過ごしていた遠くの観覧車の明かりに、初めて意味を感じる瞬間かもしれません。夜のドライブでふと目に入るその光が、少しだけ違う存在に見えてくるはずです。その時初めて、静かに役割を果たし続ける明かりの姿に気づくことになるのかもしれません。明日の昼にはまた同じ観覧車がゆっくりと回り始め、たくさんの人を乗せて動いているはずです。子供たちの笑い声やシャッターを切る音があちこちから聞こえてくるでしょう。でもそのにぎわいの裏側にも、今夜と同じ明かりが変わらず備わっているのだと思うと、観覧車という存在の見え方が少しだけ変わってくる気がします。たくさんの人を楽しませてきた乗り物にも、こんな静かな一瞬が隠れているのかもしれません。普段は気にも留めない夜景の一部として通り過ぎてしまう観覧車の明かりにも、こうした小さな違和感が静かに息づいているのかもしれません。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。